あ、音声が入ってなかった。どうも、JAL です。放送事故を起こしていました。ということで、はい、それでは今週もエボニープレイ配信やっていきます。なんか最近、配信用のソフト起動したときに、ちゃんとアプリをね、掴んでくれなくて、変な画面が出ますね。はい、はい、途中で映ったやつは、エボニーのね、スケジュールとかを作ってるあれになります。フォルダになりますということで。はい、それではですね、今週も、やっていきますということで、お品書きですね。今日は、タイトルにもなります通り、はい、ツイッターでも報告をさせていただきましたが、王に、なりましたので、ちょっと王のね、機能みたいなところを、せっかくなんでね、その紹介していけたらなと思っています。はい、すでにね、王になったことがあるよっていう方はね、ご存知かもしれない内容かなと思いつつ、まだね、なったことないよっていう方もいらっしゃると思うんですよ。っていうことでね、そういった方に向けて、少なくともね、私あんまり分かってなかったので、そういったところをね、紹介できたらいいのかなと思っています。あと、私が忘れた時のためです。王って2回なるじゃないですか。その時にね、思い出せるように、忘れちゃってないようにね、やっていこうかなと思います。あ、いかさん、こんにちは。ジャルキングおめでとうございます。ありがとうございます。ジャルキング。いいな、いいな、その響き。ジャルキングでございます。はい、そうですね。今ちょっとね、もう分かりづらい。はい、ここにちょっと王冠がね、つけさせてもろて、はい、王ということでね、王のバフがね、ついてます。兵士の攻撃力、防御力、HP15 アッパーアップ、チートですね。訓練上下10%アップ、この属種としての戦車の魂化率5%アップということで王強いな。これタイトル削除ってやったらどうなんだろう。これ、外れんのかな。怖え。外れたとつけられんのかな。はい、怖いんでやりません。ボーイチさん、ありがとうございます。はい、なんと王になりましたということで。カミさん、コンジャルはおめでとうございます。ありがとうございます。はい。そうなんです。実はですね、そう、うちのサーバーは、王に関するね、ルールが、定められてまして、ね、俺さん、おつじゃる先生、おつじゃる先生、ありがとうございます。いや、先生というか、だいぶすごかったですけどね、エネゴリさん、満足おめでとうございます。半端じゃないっす。はい、うちのサーバーはですね、はい、私、王になった権限でね、サーバールールを、メールで流したんですけれども、はい、これね、あのはい、個人的に勝手に、見づらかったんで、最初の1行で、サマリーが伝わるようにね、勝手に、開業みたいなのをね、して、見やすく、個人的に見やすく勝手に変えましたが、はい、うちのサーバーはですね、玉座の回転というところで、そう、キング、クイーンは SVS で個別の成功に基づいて決定され、王座の占領地は2つ、これらのプレイヤー、攻撃されたり、戦争が増えたりすることで、個人の成功、こっちの方か。はい、ポジティブスコアで、トップ5を取得する人がありますと。で、トップ5を取得するための重いネガティブスコアの蓄積は、王になりませんということで、はい、あとはポイントトレーディングはダメですよというところが書かれてるんですけど、私はね、以前の、配信でも、お話しした通り、SVS でね、なんとかギリギリ5位に、滑り込むことができましたというところで、そう、王の権利をね、勝ち取っていましたと。で、順番にね、王は、その権利がある人から今順番になっていて、そんなにね、順番待ちの人が、いない状況ではあるので、比較的早くですね、私の番が回ってきましたということで、このね、SVS 期間中に、自分たちのサーバーの方ですね、こちらのオートを取りましたと。はい。で、今回のね、サーバー戦争も結構大変で、相手のね、サーバー自体は、我々より、どこよ、下だったな。
我々より若いところではあったのですけれども、やっぱりね、K40 とかも最近はね、もうもはやサーバー番号関係ないですよね。K40 とか普通にいて、K38 もめっちゃ多くて、まあ私的にはね、ちょっと戦いづらい相手でしたと。ポイントがね、吹っ飛んでるのは制圧したからです。はい。このね、順位1、2、3位っていうところがね、見ていただいたら見ていただくと分かる通り、SNG っていう同盟が相手のサーバーのね、征服を行ったこともあり、はい、サーバーポイント吹っ飛んでいますが、まあ、熾烈な戦いがね、行われていましたね。で、まあ、彼らが戦ってくれたおかげで、こっち側のサーバーは、比較的安全に、まあ、征服、オートをね、取ることができましたというところで、はい、私は、皆さんに、もちろん、同盟内のね、ティミーのみんなや、まあ、SNG さんも頑張ってくれたおかげで、無事取ることができましたという感じです。ということで、はい、ここね、はい、玉浦をハラペーニョ55という感じでなっております。はい、ちなみに、王国名は、ちょっとね、悩んだんですよ。ワンワールドでもね、そのワンワールドね、多分伝わらないので、はい、日本航空がね、所属しているアライアンスがワンワールドっていうんですけど、もうあまりに伝わらないなと思って、まあ、とりあえずプルスウルトラにしましたということでね、はい、これもね、伝わらない人が多いと思うんですけど、ヒーローアカデミアという、漫画が面白いので、ぜひ読んでください。ということで、はい、ハラペーニョ王ということで、王になることができました。で、そう、まあ、そもそもこの画面のオートっていうところを眺めた人はどれだけいるんだろうと。はい、こうね、いっぱい書かれてるんですけども、私は、なんというか、王になることを意識してから見ましたけど、それまでね、なんか特段意識したことがなかったですと。見たことあるのね、タイトルぐらいだったんですよ。はい、タイトルね。はい、今ね、タイトルはね、日々、いろんな方に割り当てています。メールでね、メールかチャットで連絡もらった人に、順番にね、割り当てるようにしていて、まあ、なるべくね、まあ、なんだろう、多分強い人たちってもうすでにもらっていて、実績とか解除してると思うので、まあ、あんまりもらってなさそうな人を優先にとか、本当に個別に連絡くれた人を優先に、割り当ててますと。で、あと、このね、ネガティブタイトルですね。はい、ネガティブタイトルも、私もメールで宣言して、実績解除のためにネガティブ複数回したい人は言ってねって、それ専用にちゃんと組むから言ってねって言って、こっちはね、大人気で4人ぐらい連絡くれて、はい、順番にね、ネガティブも割り当ててますということで、はい、WC 遡るとね、はい、ハラペニョーは称号を授けました。ババババババってなってます。はい。今日は、ヒューマンさんに、ネガティブラリーをしました。はい。そう。これね、まだ多分ご存知の方も、変えんの忘れてた。はい。こういうね、細いとこ大事なんでね。はい。そう、実績の、どこだっけな反映だったかな。はい、私はね、だいぶ前に、お願いしてネガティブ、バッと回して達成しているんですけれども、これですね、繁栄のところに上流階級っていう実績があるんですよ。称号を30回獲得する。これがね、やっぱなかなか大変で、タイトルをね、毎回もらうっていうのも大変じゃないですか。でも、ネガティブラリーを、まあ、お願いすると、1回でね、9個取れるんですよ。はい。ということでね、もう9個分回した方が絶対楽なので、はい、もう、このね、実績を解除したい人は、言ってねってもう最初から宣言して、何人か反応してくれて、ちゃんとメール読んでくれてありがとうというところでございますと。はい。で、というところで、王の機能のところね、はい、このタイトル。そう、王になるとですね、このタイトルのところで、こうやってね、選ぶと、はい、今誰に割り当てているとか、効果が、まあ、効果はね、別に誰でも見えるんですけど、このボタンがね、増えてるんですよね。タイトル、今ついてる人がいる場合はタイトル削除。で、いないときには称号授与というところで、ここでね、新しい名前入力してくださいって名前を入れられますと。で、なので、連絡くれた人ね、例えば、はい、バッファローさんとかね、まあ、選んで、詳細で、ここボタンを押すとコピーできるんで、コピーして、まあ、名前つけてあげるみたいなのね、やってますと。で、
そう、あとね、タイトルの付け方、O になるとメニュー増えるんですよ。R4 以上になった方はね、他の人を選んで、勧誘みたいなのを選べるのを知ってるっていう方多分いらっしゃると思うんですけど、属州都市を選んでもしゃあねえな。ちょっと待ってくださいね。この人は人だ。はい。これ見ていただくと、多いんですよ。このね、円が広いんですよ。あの、はい。これ、そうか。このね、こういう人、こういう人、こういう人。はい。円が広がりましたね。同盟に招待とかね。同盟に入ってない人がいるとさらに増えますね。はい、この、王になると、タイトルとアワードっていうのが増えましたね。はい。だから、このタイトルとかね、ここでそうタイトルを選ぶと、今度一覧からね、どれをつけるっていうのがね、選べるんで、これね、簡単ですね。なので、なんていうか、ネガティブラリーとかをしたいって言ってくれた方は、もうその人の座標を調べて、これをね、上からボン、ボン、ボンって押していくと、もうすぐに、ババババババって切り替えられるの楽でした。で、それ以外の人は、わざわざ人の場所を探すの大変なんで、メールとかチャットから、名前をね、コピーしてつけるっていうのをね、やっていってます。はい。で、そう、タイトルと、あと今、アワードか。そう、アワードね。はい、アワードも、これ、もらったことがある方もいるかと思います。はい、今、ここの人を選んでのアワードでこの画面にも行きましたけど、このオート。はい、これね、オートの管理って押したことある人いるかな。はい、王になってない方はね、これ灰色だと思うんですけど、王になったらね、こんな感じで色がつきましたと。はい、なんか王の建物変えられるみたいですね。何これ、建物を選択。ちょいよくわかんねえ。エネゴリさん、容量がいい。大変でしたよ、僕は。わかいろんな方から大変って聞いていたんで、もう私ね、事前にいろいろ、そう、調べて、もう必ずメールでよこせと。もう、なるべくメールでよこせと。メールだったら保存できるけど、それ以外は見逃す可能性があるから、それ以外で連絡して忘れられても、それは、ルールを守らなかった人が悪いよみたいなね、もうそういう感じでそういうスタンスでやってますというのでね、はい、それさえやってればね、あとはもうコピペで割り当てられるので、はい、そう、アワードの前にそう、これメールで募集して、もうね、大体の人がタイトルが欲しいですって言って、何でもいいです、タイトルが欲しいですって言ってくれるんですけど、そうするとね、逆に困りましたね、大的には。場所にもよるとは思います。あの、場所にも、何が欲しいですって言ってくれるところが多い場所もあるとは思うんですけど、うちのサーバーは、まだそんなにメールしてくれる方はそんなにいなかったなっていうのと、指定する方はいない。どれでもいいよって言ってくれるんですけど、機能が違うじゃないですか。その、王子とか。私的にね、おすすめなのは、大臣。すべての資源の生産力アップ。と、あと、調達担当者かな。はい。資源の違う、間違えた。どれだっけ。司祭だ、司祭。はい。私ね、生産力アップっていう単語が大好きなので、はい、おすすめはね、大臣と司祭で、私もね、大体お願いするとき、司祭をね、お願いしてたんですけど、はい。そもそもそう、どれがいいよって言ってくれる方がいないので、もう、なんか考えるのが面倒だったので、とりあえず、順番に割り当てる。とか、この人は、建設頑張ってほしいなとか、そういうのをなんとなく割り当てるっていうのをね、やってました。エネゴリさん、バンバンしていきましたよ。かぶりもありましたし、カオスでした。そう、エネゴリさんもそう言ってくれてたから、私もね、Excel でちゃんと作ったんですよ。大業務っていうシートを作ってね。順番に何日は誰に割り当てるとか、かぶったら、順番待ちになっても管理できるように、Excel 作ったのに、
まあ全然連絡来なくて、まあ特段、その Excel は、まあもちろんね、以前誰に割り当てたとか、同じ人にあんまり割り当てすぎるのもなというのをチェックのために使うんですけど、思ったよりね、思ったより、なんというか、活躍してないです、Excel。母さん、私も今したいですよ。そうね、司祭ね、おすすめです。まずね、タイトルを募集したときに、司祭はみんな言いますね。司祭が欲しいですって。はい、一番、この中で一番人気なのは司祭です。司祭のね、やついいですよね。はい、大臣とね、司祭。もう食料消耗とか大体ね、この1日10%オフになったところで、次の日超えたら意味がないので、だったらなんか回復速度とかもついてる司祭にはおすすめですね。はい、ということで。いやー、そう。指定がね、来て、被りが来た場合には、順番だぜって、開き直れるんですけど、なんもないのはなんもないので、困るなって思いましたよね、ゴリさん。はい、でもそう、エネゴリさんがね、以前、書いてくれたおかげで、私もね、あらかじめ準備ができたのでね、そこはやっぱ良かったですね。はい。ということで、もしね、1186サーバーのね、皆さん、みんな、なんでしょう、日本人特有の、ちょっと、なんていうか、遠慮深いというか、ところあるかもしれないんですけども、全然、気兼ねなく、タイトルが欲しいですと、このタイトルが欲しいですと、書いてくださって構いません。明日以降の予約は、1件しかありません。はい。毎日切り替える予定なんでね。はい。ぜひよろしくお願いします。で、話を戻ろう。アワードのところですね。そう、アワードをね、今、ないんですけど、はい、もうね、配り終わっちゃったんで、ここに000ってなってるんですけど、なんか王様になると、なんか1週間に1回ですかね、オンになった瞬間にアワードをね、配れますと。で、ちょっと待ってくださいね、今数えます。はい、このアワードパッケージスーパーレア。これはね、まあ、日経ジェムとか入ってるなんか一番いいやつなんですけど、これは15個配れました。で、次、このアワードパッケージレアですね。1K ジェムが入っていますと。で、これはいくつだ？はい、これは20個ですね。20個配りましたと。で、最後、ノーマル。はい、ノーマルもね、私は行軍短縮と蘇生の石が入ってるだけで普通に嬉しいんですけど、このノーマルは、ノーマル結構ね、配った気がする。30ですね。30配りましたということで、全体で、65個のね、アワードを、配ることがね、できました。ヒカさん、そうなんですね。うちのサーバータイトル欲しがる人ほとんどいません。王様から何か欲しいのないって聞かれたので、くれるならじゃあ司祭でって。あ、はい、実は私もね、余っててもったいないから、もう聞きに行きました、仲いい人に。そう、ささやきがね、ある人に、余ってるから、どれ欲しいって聞いて何でもいいって言ったら人にはまあもちろん割り当てて、そうじゃなくて、生産力が上がんなく欲しいですって言った人にはね、そう、それ割り当ててみたいなのやりました。はい。はい。こういう時はね、個別に交流ある人が優先なのはね、まあそりゃそうですよね。何も知らない人にランダムで割り当てるよりはってなっちゃいますよね。はい。で、この配り方なんですけど、大体ね、サーバー戦争だとか、なんか同盟に配るっていうのをね、多分やってたんです。あ、ここでアワードの記録って見えんじゃん。はい、これじゃあ、みんな見れんのかな？私これ見たことなかったわ。みんな見れるのかな？私、オンになったから見れんの？はい、とんでもない時間に送ってますね。はい、クリスマスイブ2月20日の、深夜に、配っております。はい、で、これね、もう私だからこそ配れるやり方で、ヒカさん見れますよ。あ、そうなんだ、見れるんだ。これ気にしたことなかった。今度、じゃあ誰に配ってるかっていうのを見てみよう。おもろ。これね、気にしたことない。そう、気にしないんですよ。もう全然ね、見たこと、そもそもね、アワードの存在に気づいたのって、私多分ね、比較的
最近なんだよな、その SVS とかで活躍するようになってからなんかくれるようになって、そう、なんかこの存在をね、あんまり知らなかったんですよね。はい。で、私ね、これどういう配り方したかっていうと、もう完全に特殊です。多分このサーバーでそれができるの多分私だけだと思うんですけど、あのこれね、ここじゃない。間違えた。ランキング、階級ランキング。はい、私ね、名声至上主義なんで、はい、名声ってね、まあ、もちろん課金も関係あるとは思うんですけれども、モンスターハントだとかね、再使用するとかでしか増やせない。なかなか増やすのが大変。でも、何もやってなかったら絶対増えない。もう、あんまりログインしてない農場アカウントとかって絶対増えないんですよ。はい。まあ、農場アカウントでもモンスターラリーとかやってればね、ちゃんと増えるんですけど。っていう、なんていうか、アクティブ度が見えるのって、まあ、これかなと。はい、課金だけじゃないアクティブ度が見えるのは、この階級ランキングかなと思っていて、私、階級ランキング大好きなんですよ。ということで、私がやったのはですね、今、1位から10位の人は除いて、はい、1位から10位の人はね、まあ、この人たちはもうお強いからいいでしょうと。はい、1位から10位の人を除いた11位以下、11位以下の人が、1ヶ月前の階級ランキングと比較して、ポイントが増えた順番。はい。私、あれなんですよね。ずっと差分をチェックしてるので、毎週ね、階級ランキングメモってるんですよ。この人は今回何ポイント、この人何ポイントっていうのを毎週、メモしているので、この比較すぐ出せるんですよね。ということで、はい、1ヶ月前と比較して、伸びた順が大きい順から、配りました。はい。ということで、一番最初ね、配ってたりょうさんですね。はい。1ヶ月で 1.9M 名声が増えているということで、素晴らしいですね。はい、配ってますと。で、次が、アングリーガーキンさんから 1.3M。で、エルザさん 1.3M ということでね。で、もちろん、私に配るのはあれだなと思って私は抜いてます。私はね、その順で言うと、1、2、3、4、5、6番目。6番目でしたね、伸び率。1ヶ月で、1M ぐらい伸びてますかね。っていう感じで、勝手にね、階級ランキングイコール努力の指標と勝手に思っている JAL としては、もちろんね、課金でも伸びるんで、まあ、そこのね、線引きは難しいんですけれども、はい、勝手に1ヶ月の差分で、この名声がね、増えたのが多い人順に配りましたということで、まあ、これによってね、なんというか、大手同盟だけじゃなくて、いろんな同盟に配ることができてね、面白かったなと思っています。はい。といったことで、はい。なんかね、せっかくだから私にしか配れないやり方にしようと思ってね、はい、やりました。まあ、特に、あの、誰からこうしようって言われたわけでもないし、怒られても言わないから、まあいいかなと思ってます。はい。よいしょ。出せなかった。ポーイチさん、同盟の名手やってるからか、王が決まるために何がしらのアワードもらってます。そう。いや、そうなんですよ。やっぱ R5 とか R4 だとか、やっぱ固定の方がね、もらいがちになるじゃないですか。なんか、でも、もうそういう方たち十分強いから、まあ別にいらないとは言わないですよ。リワードね、あればあるだけいいに決まってるからあれなんですけど、まあでもせっかくならね、ちょっと、なかなか、こういう、なかなかもらえない方に、スポットライトが当たるといいじゃないかと思ってね、はい、そんなね、やり方をね、もうこれね、やりたかったんですよ、こういうやり方を。っていうのね、これでネタばらししちゃったんで、次オンになるときどうしようっていう感じなんですけど、はい。ヒカさん、マニアック、さすがチャルキング。はい、これね、毎週ね、チェックしてる多分、人しかできなくて、そういう方なかなかいないかなと思うので、はい、私だけできるチートなやり方でございます。次は、上から20は無視とかね、でやろうかなと思いつつ、はい。という感じで、はい、というので、そう、アワードはね、アワードも、その人を選んで配るのマジ大変すぎるんで、これね、アワードの配り方、もう選べないんですけど、アワードって、
これね、不思議なんですよ。面白くて、タイトルは割り当てるとき、名前入力してくださいなんですよ。でも名前って頻繁に変わってだるいなと思ってたんですけど、なんと、アワードの配布は、あの番号が許されるんですよ。ID ですね。はい。皆さん、運営に問い合わせるときとかね、ID 伝えることがあると思うんですけど、詳細で見たときの、この ID、この ID ですね。はい。名前は変えることができても、名前は偽られても ID 偽れないんですけど、はい。このね、ID で配れたんですよ。だから、私、Excel に ID 全員メモってるんですよ。だから、意外に、もう、差分を計算で出します、ソートします。で、あとはもう ID 列からもう順番に入れるだけだったので、もう思ったよりね、すぐやれましたね。だから、ポン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 って配ることができて、はい、アワードのね、記録見ていただくと、まあ、1分、2分とかでね、ババババって配ってると思うんですけど、そう、これはね、ID を入れるだけでよかったんで、非常に良かったですね。これね、JAL 読です。多分普通の人は多分結構大変だと思うんですよ。で、あとこれ配り方でね、同盟に配るとかね、いうのが選べるんですよね。だからそう、自分の同盟とか選びがちな気がするんですけど、はい、私、なぜか知んないけど、このサーバーのほとんどの人の ID 把握してるんで、はい、簡単に配れるっていうね、はい、チートを行っておりました。お、宝探しの旅。はい、っていったところで、王の木のアワードですね。あとは、まあ、皆さんご存知の通り、王からの手紙ということで、ここのね、王からの手紙をこれ選べるようになりましたということで、はい、このね、チェックボックス。このチェックボックスもね、外すことできるんだ、みたいなね、ところはあるんですけど、はい。このね、チェックボックスが出てきて、うちのサーバーこんなに同盟あるんだ、大体野良同盟だろうな、みたいな。はい、なんか戦力とかも出てね、おもろいですね。一応、多分、同盟戦力ランキング順になってるっぽいですね。はい。ここでね、チェックをつけて、まあ、特に別にチェックをいじることはないんですけれども、まあ、すべてのね、同盟に、そう、王からの手紙っていうのもね、件名でデフォルトで入ってましたね。で、一応、私、なんていうか、事故が怖かった。基本的には英語で流しますと。ただ、日本語のまんま英語で出してなんかおかしくなったら嫌だなと思って、なんか、一応この設定で言語でイングリッシュに変えて、その英語状態でメールを出すみたいなことをね、やってましたかね。はい。一応、王として出したやつは3つですね。謝辞とタイトルに関するメールが1個と、サーバールールと、あとはモンハンルールに特化した内容みたいなところを、メールで出しましたかね。はい。ということで、まあ今のところね、うちのサーバー最近は平和なんですが、はい、今後もね、何かトラブルがないことを、はい、もう王のメールを出さなくて良いことを祈っています。はい。で、次のね、王権を移行、これね、わからないんですけど、これ多分おそらく征服した時ですよね。相手のサーバー征服した時とかに、やるのかなと思っているんですけど、これはね、よくわかってないです。よくわかっ、なんかね、その、ヘルプがないからようわからんすよね。はい。で、帝国の名前変更というところで、ここでね、はい、サーバー番号とか旗とか帝国の名前変えることができました。はい。なんか、特に、別に怒られなかったら変えてもええやろということでね、別に不謹慎なものを書くわけでもないので、はい、日本にして、プルスウルトラ、さらに向こうへっていう、意味の、言葉を、本当にそういう意味なのか知らないです。はい。ヒーローアカデミアは面白いと思います。はい。っていうのを変えて、あと建物を選択ね、これさっきもなんかちょっと迷いましたけど、これ何なんだろう、これよくわからないですね。はい。こう文明と一致してるような気がするけど、これ変えるとここの王城が変わるのかな。はい、なんか特段変えるつもりはないので、別にこのままでいいんですけど。
ピカさん、それは占領中に使うんじゃなかったかな。あ、そうなんですか？王権の移行のことですよね。これ、まあ、もし、ね、機会があれば、また話ができたらなと思います。また王になるときにね、もし王都中の、王都中、その期間のサーバー戦争だとかそういった期間のものだとしたら、そう、そのタイミングでこのページ見てなかったので、ちょっとね、見たいなって、次の機会の時にはね、ちょっとタイムリーにここチェックしてみたいなって思ってます。はい。といった感じで、歴代の王の、私59番目の王として、名前を連ねることができましたということで、はい、皆さんのおかげで、王になることができてよかったです。はい、12月24日、素敵なね、日に体感いたしました。はい、で、なんだっけな。そう、次の王ですね。実は、来週は、私のターンじゃなくてですね、この、キングダールさんかなのターンなんですよね。多分、キングダールさんの同盟、多分、そんなに、めちゃくちゃ戦争が強い同盟ではないので、キルイベント中、私のサーバーはね、今、キルイベントなくてずっと昼寝ですっていうことになってるので、安全に取れるので、安全なタイミングでね、王になっていただくと。そう、私ね、どちらかというと、順番、半分飛び越えたんですよ。はい。サーバー戦争中に多分キングダルさんがね、なるのが難しそうだということで、私の順番がね、先に回していただいたというところで、王になってますと。ということで、多分、次ね、2回目の王を取得するタイミングは、きっと、次のサーバー戦争中になりますということで、なので、まあ、1月7ですかね。まあ、ただね、1月7日は多分みんな忙しいと思うんですよね。はい。果たして無事取れるかどうかというところですね。まあ、うちのサーバーで取るのか、それとも征服しに行くのか。はい。うちのサーバーはね、基本的には、停戦、王と停戦の協定を結ばないガチムチサーバーであるので、はい。うちの同盟が、また攻め込みに、またじゃない、攻め込みに行くのか、またね、サーバー戦争中に、自分のサーバーを通るのか、みたいなところはちょっとね、まだわからないです。相手次第かなというところです。まあ、ただね、最近もう当たる同盟、だいたい計40いるんだよな、本当に。計40いるの、大変すぎてな。はい、一応ですね、お、フソドマッサージアクペンターさん。はい、読めない。What is your server, sir? Thank you for your comment. So, my server is... どこがいい？こっちだ。こっちだ。just a moment, just a moment. うい。This server. 1186。そう、コメントありがとうございますって言ってもしょうがないもんな。Thank you for your comments. So, my server is this number. 富山さん、いいね、押しました。羽ジャルは、羽ジャルはありがとうございます。高評価ありがとうございます。はい。で、一応ですね、まあ、どっちみちサーバー戦争中に次の王になる、王のね、2回目になるということはもう確定していますということで、ご覧いただいている通り、参謀本部ですね、今、建設中でございます。はい、今ね、
援軍の受け入れ数が 9.5M になっていて、一応ね、次のサーバー戦争中には、建設完了するので、さらに 700K 伸びて、そう、8M だから 10.2M まで伸びる予定ですと。はい。まあ、ただね、もう資源還元イベントのタイミングが終わってしまったので、マックスが 10.2M かなっていう感じではあります。もうさすがにね、これ以上は資源還元イベントで育てるにはなかなかね、資源大変なので。で、うちのサーバーで取るときにも備えて、この大使館はね、もうマックスになってますと。で、今時点で 14.6M 入るんですけれども、はい、今やろうとしてるのが、ヘレンちゃんですね。はい、ヘレンちゃんの親密度を、上げていこうと思っていますと。はい、ヘレンのね、この1個目のスキル、エーゲ海の廉価ってやつが、援軍の上限数がパーセントアップなんですよ。これ、えぐいですよね。はい、さっき見ていただいた通り、レードで上がるの、緑色のやつが、研究とかで上がるバフなんですけど、これ 2.2M で、実は、大使館もね、援軍の受け入れ上限って 2.2M しか研究では上がらないんですよと。ただ、それよりも多く 4.4M 増えてるっていうのは、これのからくりが、この魂の伴侶、ヘレンの、こっちはね、美人スキル、援軍の上限数で 55% 上がってるからなんですよね。ってことは、ヘレンのレベルを18にすると、100%アップになるわけですよ。はい、ということで、これね、まだね、伸ばせますと。はい。なので、もう、めんどくさいんで、単純に、8M の2倍、16M、プラス研究分 2.2M 入るんで、18.8M 援軍が受け入れ可能ですと。いうことで、これはね、さすがに強いですよね。はい。18M あれば、3M とかいう、強者の、戦力が6つ入るし、さらに、オートの周りの施設なんだっけ左上のやつ。英雄の塔だ。左上のやつ。はい、この英雄の塔ですかね。これを、占領すると、部隊定員がさらに 60M アップしますとかいうのがあるので、まあ、19M ぐらいはね、そう入るようになりますと。で、なるとね、多分うちの同盟でも結構トップクラスに援軍が入れられるように、K35 の割には、めちゃくちゃ援軍が詰め込めるぜっていう状態にできると思うので、ちょっとね、ヘレンちゃん、実は後回しにしてたんですけれども、いやもう、ここはもう上げようと。はい、もう、どんなに敵が強くても、援軍詰め込みパラダイスで乗り切るぜ、みたいなことをね、考えてます。はい、ということでね、ちょっと次のサーバー戦争中までにね、ヘレンをめちゃくちゃ上げようかなと。ちょうどね、アウステルリッツの戦いがあるのをね、追い風ですね。アウステルリッツの戦い、よいしょ。はい、アウステルリッツの戦いね、また明日ありますけれども、あれこれじゃなかったっけこれじゃなかったっけリワード詳細だった。はい。ラウンドリワードで必ずジュエリーネックスが手に入りますということで、どんなにね、低くてもジュエリーネックスがもらえて、今ちょうどね、魂の伴侶を上げるのにちょうどいい期間なんですよね。はい。っていうのもあって、次のサーバー戦争中にね、また2回ぐらいやれるので、まあ、これをね、駆使して、ヘレンをレベル18まで上げたろうと思っています。はい。ということで、これからね、ヘレンと仲良くやっていこうと思います。挨拶しよう。はい。ヒーローになりたいということで、明日には17になれそうかな。はい。もうね、もう、すべて水着まくっちゃって今00なんで、はい。明日のアウステルリッツが終わって即貢ごうと思います。はい、っていったところで、まあ、ちょっとね、やれる範囲での、なんというか、全力を今尽くして準備しているという感じですかね。
ティッシュさん、こんばんは。先週のサーバー戦争でゴースト中に攻撃されてシェアは出なかったんですが、敗北の表示が出ました。罠など結構作ったのに自信があったんですが、攻撃されてビクトリーにするにはどうしたらいいですか？まずですね、ゴーストでビクトリーは出ないですね。はい。ゴースト、つまりカラオケですよね。カラオケで、勝利にはならないです。罠だと倒せないですね。はい。罠はもう本当に効果はビビたるものなので、もう本当によっぽど弱い敵が攻撃してきたら倒せる、それこそね、兵1とかで攻撃したら倒せるかもしれないんですけど、ゴーストをカラオケしてビクトリーになることは基本的にないと思いますね。はい。で、防衛で勝利をしたいなら、バフを高めて、フラットバフとか、バフを高めて、兵で迎え撃つしかないです。はい。罠はね、残念ながらそんなに活躍しないです。はい。罠ね、4万8000とかの火力しかなくて、しかも、入れられるの、私でさえ53万6000しか置けないということで、敵の兵って 1M、2M とかで来るじゃないですか。もう全然持ちこたえられないですよ。はい。兵をね、全然倒すことはできず、むしろ罠壊れちゃうんで。はい、もちろんね、ないよりはマシではあるものの、罠と、野党は基本的にはもうおまけと思ってもらった方がいいんじゃないかなっていう感じですかね。っていうので、ゴーストはね、なんというか、ちょっとはそう稼げますけど、がっつり稼げるわけじゃないので、はい、そんな感じですかね。ほいほい。ということで、次のサーバー戦争に向けてね、頑張っていこうかなというところで、ヘレンの話をしましたが、それともう一つ、今、はい、王城に着工しましたということで、今、K36 に向けてね、アップグレード中でございます。はい、1478日後にまた会いましょうということで、はい、そろそろね、ぶっ壊れてきましたね。まずアップグレードするのに、5.5B 平均ぐらいの、資源が必要でしたと。で、さらに、これね、一回、文明をね、ヨーロッパに変えたんですよ。はい、文明をヨーロッパに変えて、属州都市のね、この効果ですね、エピックのヨーロッパの効果でね、建設速度15%とか上がるので、はい、わざわざヨーロッパをとかにして、なるべく上げて、それでも、まあ、1478日も必要でしたということでね、そろそろえぐいですね。これね、マジで大変だった。資源還元イベント、嬉しいんだけど、連続はやっぱ大変でしたね。はい。資源還元イベント3連続あったじゃないですか。10B、5B、10B の達成で、10B は本当にもう、今日の朝、ギリギリ達成みたいなね。はい。もうひたすら資源採集したり、すべてのリワード上げたり、何よりもね、本当に楽しかったですね。今もね、その終わった後も、もうひたすら通い続けたんですけど、開けよう。頼む !50M 出してくれ。食料はいいのよ。食料はまだストックあんのよ。ゴンタボックス5。やった石材来た。おお、木材。完璧。石材2つ来た。はい、ということで、はい、このね、これ、上振れしてんな。嬉しい。はい、そのゴンタさん、ヨンタさんのこのチートボックスが存在してくれたおかげで、はい、なんとかね、資源、達成することができたっていうところ、やっぱありますかね。はい、運が良かったです。はい、まあ、ヨンタ、ゴンタにはね、もう出た瞬間から可能性を感じてたんで、結構通ったんですけど、あとはね、バーブも毎日きっちりね、10ずつ開けて、サーバー戦争中もね、3分、3分で10回殴り切るっていう、最初にブックマークしといて全部殴るっていうのをね、やって、はい、しっかりね、資源を稼がせていただきました。ヒカさん、無課金でほんと成長早いですよね。いや、ありがとうございます。たまたま、運よく、上位同盟に、在籍させてもらってる、
のと、皆さんに助けてもらってるからです。はい。私一人で上がったわけではないので、あれなんですけども、でもそう、なんとかね、無課金でもやれるぜっていうところをね、この、みんなの見えてるところでね、やれるといいかなとは思ってます。ということで、はい。っていうね、ところなので、無課金の、この報酬、小じ税としてはね、こういうね、ヒドラ4とか3にはね、こぞって参加しますよね。はい。ボイチさん、課金しなくても成長できるってすごい希望です。ありがとうございます。はい。そういうところがね。いや、ちなみに多分何回か言ってるんですけど、僕、別に課金は否定派じゃないので、そこだけね、エボニーの営業妨害しちゃうとまずいと思ってるんで、はい、課金しなくても強くなれるけど、課金したらもっと強くなれるよっていうね、ところでね、思ってもらえるといいかなと思います。はい。私はね、前にやってた戦争ゲームで死ぬほど課金したんで、もう二度と同じことはしないって思ってるだけなんで、はい。勝手に縛りプレイをしてるだけでございます。ぜひね、課金したらより強くなれるっていうところは、いや、私はね、もう課金いいなと思ってますよ。私ね、そう、課金して真っ先にやることは、あれですよ、あれ。これね。はい、前も喋ったかもしれない。この同盟月間カード。これはね、もう即買いますね、これね。はい。同盟月間カード買って、毎日これ買いたいんですよ、これ。こことここ。こことこことここ。こことここが欲しい。はい。そう、課金がね、なくて一番辛いのはね、多分 VIP なんですよね。VIP だけがマジでどうしようもなくて、かといって毎日2時もそろそろきついなってなってきて。はい。VIP はね、VIP はマジでね、どうにもできない壁なんでね、VIP ね、最近オークション高いんだもん。マジで。10万超えんだもんな。無理だよ。はい。っていうところでね、やれる範囲での最高効率を目指してね、頑張ってますというところで。はい。赤見さん、ほんと素晴らしいです。ありがとうございます。あ、たまみさん、コンチャルは、キングジャルおめでとうございます。ありがとうございます。はい。王になることができました。もう、なんとか王になることができました。そうそうそう、出すの忘れてた、実績ね。実績も、なかなか増えないアレスのね。あ、アレスじゃなかった。なんだっけ王になるっていう戦争だわ。はい。サーバーの王になるっていうね、実績をね、解除することができましたということで。あとはね、この、栄光のね、王家の栄光ですね。2回王、女王または征服者になるというところで、はい、次これをね、目指していきたい。そしたらね、もうこれがね、もう即アップグレードできるようにね、賢者の石も貯めてあるんで、なるべくもう6600は下回らないようにね、下回らないようにやってます。はい、ただ、はい、これも、もうね、1B 必要なので、もう資源還元イベントの時以外も上げないです。もう無理です。もうこの 1B でさえもう重要。はい、もう3億ぐらいならね、ポポ置いて検索するんですけど、ちょっと1億の検索は無理ですね。はい。ヒカさん、私も同盟月間カードは課金してます。貢ぎ物市場すぎ。いや、ほんとわかります。そう、貢ぎ物ね、絶対大事ですって。君主レベルがね、大事。もう本当に。まだね、もう123円も必要だよ。大変すぎる。はい、そう、君主レベルね、上げれば上げるほど、その担当官とかもね、有利になってくるので、はい。私もね、スーパー担当官やっと増えてきて、以前ね、ずっと取らせてたね、学費さんはね、もう貯蔵庫の重鎮になりましたね。はい。学費さん、学費さんにはね、そう、ちょっとね、かなり貢いだんですよ。特性もね、ちょっと、結構上げていて、結構、返してくれよって思ったり、しかもこれ彼ね、騎兵だと思ったら全兵士を指揮することが得意なんですよ。これね、本当に残念な役職で、元老院に設置できないんですよね、彼ね。はい。行き先がなかった
学費じゃん、担当官のスーパー担当官になることができました。はい。もう二度と外さないです。彼はずっと米を守り続けます。はい。スーパー担当官にしてくれ、なったおかげで、兵士の維持費から保護される食料がプラス150%ということでね。はい。もう二度と外さないです。学費はもう貯蔵庫。米守りの達人となりました。はい。こういうね、こういうなんというかもう、絶対得する置物みたいなのがね、確定するのいいですよね。はい。他のやつもね、どんどんスーパー担当官にしたいんですけど、そもそもスペックが足らないので、やっぱりね、君主レベルを上げて、将軍レベルをやっぱ上げなきゃいけないですし、もう可能であればね、戦勝記念と上げていきたいっていうところですかね。はい。将軍の基本能力アップ2%っていうね、たかが2%、されど2%だと思ってるのでね、これも上げたいんですよ。はい。で、なんか鉱山から帰ってきた。まあ、いっか。さてさて、何の話をしていたかな。えーっと、そうだ、サーバー戦争の話に行こうかな。そう、王を取るタイミングでね、サーバー戦争をやりましたということで、私ね、今回は、王都をね、取りに行くということが分かっていたので、ちょっと、万が一にもネガティブ叩き出すの嫌だなと思って、1日目、おとなしくしてました。1日目も何にもしてないです。あのこっそり一瞬でバーブを攻略しただけで、バーブをね、開いて回っただけで、もう何もしてないです。もうひたすら妖精を飼ってました。で、2日目ですね、ウォートを取った後に、1回だけね、防衛をして、この 178M スコアというところで、まあ、25位にランクインしたというところですね。はい。一応、相手 K38 で格上だったんですけども、まあ、大体、はい、ソロの相手だったら基本的にはポジティブになれるかなというところで、だいぶ安定してきた感じがしますというところですね。はい。もう本当にね、サーバー戦争中大変で、残り30分とかのタイミングで、相手サーバーにね、攻めてるメンバーの、かっこ撃破されてくんですよね、やっぱり。サーバー戦争中って、オートの周りにみんな集まるじゃないですか。はい。相手サーバーのね。私ブックマークあるわ。はい。ブックマークにね、はい。友達でもない友達のところに相手サーバーがいるんですけど、はい。レベル40のね、DT さんとか、はい。いらっしゃったりとかして、はい。赤羽なんですよ、この方。まあでもね、赤羽 K40 の割にはね、バフはそこまでべらぼうについてるわけではなかったんですけれども、はい。このね、はい。SNG キーさんが、取ることができたんですけど、そう、みんながね、まあ、森の近くにいる人と、まあ、この辺からね、援軍を送ってる人っていたんですけど、なかなかこの援軍を送ってる人たちに、どんどんラリーが集まって、かっこ撃破されてくんですよね。で、もうめちゃくちゃやばくて、でも、この人たちが持ちこたえてくれないと、今度はうちのサーバーになだれ込んでくるんですよ。っていうね、なかなか緊迫した状況が最後の30分ぐらいに続いていて、うちのね、同盟の鬼人のような方が、急遽、え攻めてるね、この SNG のサーバーに、まあ、助立ちで行って、はい、覇王色の覇気をね、発揮していましたね。明らかに相手の攻撃が鈍るっていうのを見た気がします。はい、私、そう、こっちのサーバーは、比較的安全だったので、相手のサーバーとか、結集してるとかを見てたんですけど、はい。絶対鈍ったな、これっていうのをね、見て、なんかすごかったです。はい。いたところで、はい。そう、自分がね、もしかしたらね、制服として相手のサーバーに乗り込むかもしれないので、そう、参考になるかなと思って見てたんですけど、あんなにラリー来たら持ちこたえあんねえなーっていうのを思っていて、はい、早く強くしなきゃって
はい、もう早くね、K36 にして軍事研究所を建てて研究したいぜって思ってます。はい、軍事研究所建てるのにリソースいくつなんだろうな。元老院の時はね、なんか、ただみたいなもんだったんです。それと同じようなものを希望しているんですけど、理想の国のレベルアップみたいな、こういうね、べらぼうなものを要求されると、すぐ建てられないんで、どうしようって感じですね。資源還元イベントまで待たなきゃいけないのか、それとも、スピードアップ期間中にやっても良さそうな資源なのかっていったところがね、次興味があります。ということで、はい、そう、次はね、いや、多分ね、次のタイミングまだかな。はい。来週の多分配信のタイミングだと、多分、王の対、スピードアップ王の対決が多分ね、来てない気がするんですよね。スピードアップ王の対決が来た、スピード、スピードアップ期間かつ、王の対決の建物建設のやつかなが来た時に、こいつをね、完成させようと思っていますと。いうことで、まあ多分ね、来週は K36 じゃなさそうな気がしますがね、はい、また K36 になったり、軍事研究所が建てられたら、まあそういったところをね、何が変わったみたいなところのね、話をね、していきたいなと思ってます。某 H さん、全兵種タイプミスしたということで、はい、タイプミスしてるっぽいので、また新しいコメント来たら読み上げますね。はい。で、ということで、まあ、次のね、戦争に向けてというか、そう、今回のそう戦争で、まあ、今見ていた通り、そう、赤羽のね、K40 の人がいたり、K38、同じ人だ。はい。まあ、こんな感じで、38、37、37、38、38、38、40みたいな、大体この辺のところが、はい、主要なところ。あとは36の方とかがね、なんかすごい頑張ってたかなっていう感じですかね。で、私がね、1個防衛ができたのが、これかな。はい。はい、さっきも今ブックマークしてたザ・プロフェッサーさんですかね。はい、この方を、ソロ防衛でなんとか、防衛することができましたということで、ここでね、278M 戦力を落とすことができたので、170ぐらいのそのポジティブになったのかなというところですと。で、この方ね、歩兵で来たんですよ。これね。はい、エリーゼ。ノルウェーリッチが飛んできましたということで、あ、これ歩兵だわって言って、騎兵のゴーストと言って、はい、騎兵で迎え撃って、はい、大体ね、騎兵はゴーストをするんですけれども、はい、ゴースト解除しても良さそうだということで、ゴースト解除して、しっかりね、T13 の騎兵にぶち殺してもらってという感じで、防衛をしていますと。はい、ただね、やっぱね、歩兵はね、きついですよね。はい、レベル37の歩兵で、ぶん殴られているので、なかなかこっちも結構被害がありましたと。で、一応バフ的にはですね、まあ、1100、1115とかいうところで、まあ、べらぼうに高いってわけではないんですけど、なかなかね、歩兵のデバフって充実していないので、はい、私的にはね、ちょっとね、きつかったですね。はい。もうちょっとね、歩兵の攻撃デバフがね、できるといいんですけれども。はい、っていったところで、防衛で迎え撃って、まあ、なんとかね、勝ちましたということで、あ、ティッシュさん見ていたら、そう、やっぱね、兵でしっかり迎え撃たないと、ビクトリーにはならないでございます。はい、っていったところで、はい、なんとかね、ソロ防衛して、今回のサーバー戦争の戦果はこれだけかなというところですね。まあ、本当はね、もうちょっと、狙いたかったところではあるんですけど、K40 がね、私が起きてるタイミングで結構動いていたので、まあ、なんか無理する必要はないなと。はい、なんていうか、せっかく王になったのに、無様にめっちゃマイナス叩き出したとかなったら、ね、めっちゃかっこ悪いじゃないですか。っていうので、ちょっとね、無理でしたね。はっちゃけられませんでした。はい。
安牌、安牌で安牌路線で行ってました。トーラスさん、コンジャルは私も K36 建設中です。お、いいですね。コメントありがとうございます。初コメありがとうございます。K36 一緒のタイミングですね。いや、K36 大変でしたよね。マジで。あの木と石 5.6B なんですけど、鉄 6.4B ぐらい必要でしたよね。この階段、で、米が少ないんですよ。米が、4.8とかだっけな。そう。その差分を埋めるのが大変で、全部を 10B 消費しようとしたときに、私ね、トラップ超作って、食料をね、調整しました。はい。そう、それもあってね、戦力増えすぎちゃったんですよね。戦力あんまり増やさなくていいやと思ってたんですけど、まあ、罠でね、伸びたあれなんで、どうせすぐ壊れるんですけど。はい。いや、ほんと大変だったんだよな。米をね、10尾にするのがマジで大変でした。他のをあんまり使いたくないみたいなのでね、あげるのすごく大変で。いやー、トーラさん、K36、おめでとうございます。頑張りましょう。カムイさん、うちは久々のオート停戦なしでリセット合戦でした。敵はオート占領専門サーバーでしたが、こちらのサーバーナンバー2が単身敵のオートに張り付いてくれたおかげで、こちらに攻めてくることができず、結果その人のスコア23B 超えてました。やばいっすね。やばいっすね。23B? え、ナンバー2が 23B なんですか？どういうことですかね？あれですかね。アムロとシャアが同じサーバーにいるって感じですかね。はい。一騎当選の強すぎる。すげえ。てか、一人で、鬼人ですね。やばい。かっこいい。あ、これ11時そろそろ。あ、まだだった。もうそろそろうちのサーバー、うちの同盟のバイキングチャレンジタイムな気がする。素晴らしい。いや、そうね、そういうね、活躍できる人がね、いるのね、素晴らしいですよね。素晴らしいのと同時に憧れますよね。いや、無課金のくせに憧れるのは、ハードルが高いんですけれども、まあなんかね、少しでもね、なんか、協力とか支援ができるように、ね、なりたいなと思いつつ、まあそんなことよりも、もっとしっかり守れるようになってからなんですけれども、はい。そう、一応ね、私の、密かな目標としては、いろんなバフをね、まだまだ上げる余地があるので、いろいろ上げて、防衛が900平均とか800平均、本当はね、900平均。もしかしたら800平均で心が折れるかもしれないんですけど、まあその900平均とかね、この防衛のバフが900平均になったら、兵を増やそうかな、みたいなのね、ちょっと思ってたりするところがありますね。まだね、800平均にもなってないので、やっぱり、今んとこ、ざっと、800平均いってないかな。まあ、騎兵とか、射騎兵、歩兵はね、800平均いってるんですけど、900平均くらい上げたいな。そう、バフをね、上げてから兵を増やしたくて、今はまだね、ちょっと、バフ上げ中でございます。早くね、科学院を K36 にして、はい、防御の進化のね、この辺のところをね、上げていきたいんですよね。はい、まだまだ、上がると思っています。まあ、ただね、ちょっとね、K37 じゃないと、こっちアンロックされない気がして、さすがに900は K36 では無理だなって思いつつあるので、はい。まあ、ここはね、ちょっと研究の進み具合で、これがアンロックされるかどうか、超がアンロックされるかどうかで見極めたいかなと思ってます。ティッシュさん、はい、聞いてます。はい、じゃあ聞いてたということで、はい、ビクトリーはね、本当に兵士で防衛勝ちしないと出ないんで、気にしなくて大丈夫です。レクセルさん、こんじゃ、お疲れ様です。レクセルさん、ちょっとね、アイコンは最速で2週間後なんでよろしくお願いします。はい、また、金羽をね、作ってもらおうと思ってますんで。ほいほい。まいた。アイスブレーカー。アイスブレーカーいた。アイスブレーカーいた。よいしょ。こうこう。はい、そんなところですと。
まあ、サーバー戦争のお話はそれぐらいですかね。さ、あ、あとね、ちょうどログを見たので、はい。先週のアウステルリッツの戦い。はい。援軍をもらったにもかかわらず、一撃死をしましたということで、計41。やばかったです。マジでやばかったです。はい。あのアウステルリッツの戦い、うちのサーバー、うちの同盟が一番戦力は高かったんですよ。でも2番目の同盟が、ぶっ壊れていて、K41 と K44 がいたんですね。で、私 K41 に一撃で乗されましたということで、これ見てほしい。マジで。このバフよ。このバフよ。射撃兵3100、2256、2389ってさ、これやばいっすよね。K40 をね、超えると、火力2000以上超え始めるとか聞いたんですけど、K41 で3000超えるんだと。まず、まず、そもそもメインアタッカーの射撃兵がね、強いのはまあいいとして、その他も、軒並み、私のバフの2倍以上なんですよ。意味がわからないですよね。はい。デバフをね、かけたところでもうスズメの涙ですよ。意味がわからないですと。はい。マジでやばかった。はい。いや、強かったですね。強かったです。はい。このダグラス、エレノアコンビでね、ぶちのめされまして、はい。ここまでね、強くなると、先に工場壁で殴るとかもそういうことじゃないですね。はい。もう関係ないです。射撃兵で、がっつり、パワープレイで、ぶちのめされました。はい。いや、すごかったですね。で、はい、K44 はさらにおかしかったです。はい、ちょっとね、私は K44 には殴られてないんで、ログはないんですけれども、はい。うちのね、めちゃくちゃ強い人たちが K44 にボコボコにされていて、上には上がいるんだなってさすがメジャーリーグということでね、実感、早速洗礼をね、浴びましたね、1戦目から。すごかったです。はい、ということでね、明日もアウステルリッツの戦いあるんですよと。で、うちの同盟がね、また明日も 95.9B なんですけど、いや、前回もね、この 88.2B ぐらいだった気がすんだよな、K41 と K44 がいたとこ。まさか同じとこ当たんないよね。本当に、本当にやめて。はい。いやもうね、同盟の戦力は当てにならないですね。一人、なんていうか、一騎当選の人がいたら、ゲームぶっ壊れるってわかりました。開始して5分とか10分でね、もう蹂躙され尽くさしてましたね。いや、すごかったです。はい。まあ、ああいう方たちがね、やっぱね、赤羽確か持ってたんで、オールスターに出てくる、オールスター出るような、その、猛者たちはね、やっぱそういう感じなんだなって思いました。はい。ということで、明日もね、アウステリッツの戦いがあるので、まあ、頑張っていきたいかなというところです。いやー、頑張れるかな頑張れるかなマジで、せめてね、せめて少しは、ポイントを稼ぎたいかなっていう感じです。前回はね、もう久しぶりにリワード稼げませんでしたね。なんとかね、2位になることができて、やっぱ、はい、うちのサーバーの、そう、強い方たちがね、頑張ってくださって、うちの同盟のか、はい、なんとかね、2位にはなることができたんですけど、私ね、250から499の範囲しかポイント取れなかったですね。オセロもままならなかったです。はい。もうすぐにオセロも回収されちゃって、なかなか頑張ったんですけどね、ポイントちょっと伸ばすことができずというところでしたかね。はい。もう空になったから、ちゃんとテレポートを稼ぎに行こうと思って、あのテレポートがね、ゼロに枯渇することはなかったな、することはなかったのは良かったんですけれども、なかなかね、稼げず、次回はね、もう少しは稼ぎたい。はい。ちょっと、大切なヘレンにネックレスを送る必要があるんで、ね、ヘレンのために頑張りたいなって思ってます。はい。ということで、
はい、明日ね、アウセ率の戦いあると思いますので、皆さん頑張っていきましょうというところかなと。はい、もう流れで、そう、もう気づいたらね、1時間以上話しちゃっているので、イベントのところをね、見ていこうかなと思います。ということで、画面切り替えよう。はい、スケジュールですね。いつも通り予測でスケジュールを上げていますということで、今回ね、宝探しの旅復活しましたね。前回なんでなかったんだろうなという感じではあるんですけども。いや、なんか、あまりにね、不評でなくなったのかってちょっと思ったんですけど、ありましたね。はい。ということで、宝探しの旅が、今週は来ています。大体ね、紫と金色集まるんですけど、赤が全然落ちないですよね、これね、2が。うん、本当に稀にバイキングからも落ちるんで、なるべくバイキングとかも参加してるんですけど、思い出したバイキング。バーサーカーね、そうだよね、そろそろバーサーカーだと思いました。ついでにもう1個出しとこう。新しくね、出たね、新特者をね、育てよう。はい、宝探しの旅ですね。こちら。や、はい、このね、2のやつをゲットするために、私、前々回、前回のタイミングか。はい、めちゃくちゃスタミナ使ったんですよね。ザコボス狩りで。はい、大変でした。明日のね、アウステルリッツが、なんかもし、なんていうか、死んでやることがなくなったら、超モンスターをハントして、これをね、太古の宝の地図を集めたいと思います。はい。戦場中でも太古の宝の地図出ることは、ガウガメの戦いで確認済みなので、アウステルリッツの戦いでも、出るんだなと思います。はい。ビビたるものではあるもののね、ちゃんと、戦場ポイントも稼ぐことができ、このね、リワードの、にもつながりますので、皆さん、仮に、仮にやられても、騎兵だけは残しておいて、モンハンできるといいんじゃないかなと思います。ヒカさん、2の確率上がってません？そうですか。でも、確かに、今の比率見ると、3712で、以前よりマシな気がします。前はもう明確にデコボコでしたね。V の字でした、V の字。紫と金色の数字はまあまああるんだけど、赤だけ異様に低いみたいな。上がったのかな？どうでしょう。そう、1日目なので、まだちょっと、なんとも、なんとも言えなくて、これね、上がってたら嬉しいですね。っていうか、異常でしたよね。これまでが。こう上がってるんだったらマジで嬉しい。前々回ね、この2の、地図をゲットするためだけに、スタミナ、100スタミナ、20じゃ収まらない。もうなんかもうめちゃくちゃ使って、世界の橋でボスハントしたんで、はい、これがね、上がってて、45マックスまで到達するんだったら嬉しい。上がってますかね？もしかしたら上がってるかもなって、ちょっと心のどこかで思っていたんですけど、やっぱそう思ってる方が、いや、ヒドラーからはね、前も落ちたとは思います。どうだろう。いや、落ちた、うん、落ちるんですけど、ね、なんか20回に1回とかそういうレベルな感じはするんだよな。はい、通常ボスのマンティコアとかなんか、あの辺で倒すと効率がいいみたいに思っていたんですけど、どうだろう。はい、いや、わからないです。ぜひ上がっててほしいと思ってはいます。はい。まあ、前回のタイミングで死ぬほど苦労したのは記憶に、鮮明に覚えているので、今回ね、それと比べてどれだけスタミナの消費が少なくやれるかっていったところでね、また話がしていけたらなと思います。はい。前回私ギリギリ10位だか9位とかにね、滑り込むことができたのかな。ポイントとなるのは、レベル10の盗賊を倒せるかどうかですね。はい。私ね、レベル10の盗賊は、ラムネ使うとなんとか倒せるんですよ。で、まあ、ラムネが価値に合うかどうかではあるんですけども、まあ、
ラムネを3個とか使って、ジェム27,500入るんだったら全然嬉しいだろうと。まず、宝蔵の巻の宝箱も秘宝ボックスも欲しいです。っていうことで、そう、ラムネね、私結構、ずっと毎回ストックしていたので、はい、今回もね、ラムネを使って、君主スコアランキング目指せそうであれば、そう、ラムネを使ってね、行こうかなと。っていうのを見極めるためにも、多分最終日まで、この宝箱ね、開けずにやっていこうかなと思ってます。はい、バイキンググランドチーフ。はい、ランキングにね、入れそうだったらラムネ使ってぶちのめす。いや、そうじゃなくてね、倒せるようになるのがね、一番なんですけどね。はい、まだね、T14 作れるようにはなったものの、まだ19,980しかいないですね。はい、費用がお高いんで、はい、これからね、鉄鉱石激ためタイムに入るので、20B、食料 10B、木材 10B、石材 10B、鉄 20B みたいなね、達成をするっていう時に一気に、アップグレードしたろうって思ってます。ヒカさん、私今18、17、11なので確率上がってると、すごい。あ、それ確率上がってますね、完全に。金3が11集まる頃に、2が17もあるの見たことがないですね。素晴らしい。上がってんのかな？上がってんなら最高だな。ありがとうございます。ナイス情報です。ぜひ、ちょっと私もそれ実感したいです。なんとなくそうかもと思ってたんですけど、いや、本当にそうだと嬉しいな。いや、上がっててほしい。いや、これがね、2の確率が上がったんだったら、もう少しマシなイベントな気はします。本当に2のこの45が苦行でたまらなくて、結構嫌気がさしてたので、はい、どうでもいいモンスターに無駄なスタミナを消費しなくてすぐようになったんだったらマジでありがたい。はい。月見さん、コンジャルはです。キングジャルおめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。王様になることができました。事前のね、YouTube の共有もありがとうございます。残念ながらね、まだ金羽じゃないんですけれども、またね、運良ければ、来月、来年、2週間後に、2週間後のサーバー戦争の当たり運次第で、ゲットできるかなっていう感じでございます。はい、餅つきにならないことを祈ってます。ほいほい。で、あとはですね、今週のイベント、アウステルリッツですっていうところと、宝探しが復活しましたねというところ、で、同盟ボスもいつも通りですね。なんか同盟ボスのアイコン入れ忘れてるわ。はい。同盟ボス、同盟ボス最近アイコン入れるの忘れてたわ。もうなんかね、定常化してきてるからな。はい。でも入れとこう、後で。はい。で、今回はね、はい、シルクロード、シルクロードであることはあまり見なくて、いつもの貿易イベントですかね。はい、これはいつも通りなので、はい、特段、特筆することはなくて、こっちですかね。はい、今回は、強化のやつになってます。はい、毎日強化。で、将軍の強化とか装備の強化は多分そんな大変じゃないです。ドラゴンの強化がね、ジェムだったりバッジだったりが必要になってくるので、ここはね、皆さんのリソース状況に合わせてになるのかなと思います。はい。私はちょっとね、素材が欲しいんで、はい。ドラゴンの強化もね、しながらやっていきますという感じですね。はい。将軍の強化まだ終わってないや。はい。これ、いつも通り毎日リセットなので気をつけてください。ヒカさん、とはいえ、レベル8から10を引くか、さらにアメージングラックでポイント引くかの運ゲーすぎて。いや、ほんとそうなんですよ。なんというか、完全に運ゲーじゃないですか、宝探しって。
ガチャ度が高いんで、ちょっとね、あの何が良くないって、その課金する人にとってもガチャ度が高いの、これちょっとえぐいですよね。最低保証で、例えば金のね、3の地図は必ず、あの8以上が確定ですよ、だとか、あのそういった最低保証みたいなラインが、なんかパッと見なさそうな感じがしているので、で、結局ね、その落とすアイテムとか出る宝箱のアイテムもランダムで、なんというか、こんなにランダム要素を持たせる必要あったのかねっていう。で、このポイント設定、スコアリワード、これ、めちゃくちゃ頑張って、25M が限界で、これ課金して、結構課金してもきっと 42M とか、この 58.8M になるの相当大変なんじゃないかなっていう感じがしていて、ここをね、どうにかしてくれない限り、みんな真面目にやらないんじゃないかっていうね少なくとも、うちの廃課金でさえやってないからな。うーん、そう、そこがね、だからなくなったのかなと思ったら今回復活したので、少しね、サイレント修正でいい感じになってたらいいんですけど、はい、まだね、初日で始まったばかりなんでわからないんですけど、またこれはね、3日目終わる直前の状況で、このランキング具合でなんとなくわかる気がするので、ちょっと見ていきたいなって思ってますね。月見さん、ラーメンの羽が可愛いっすね。はい、ちょっとね、変なところが、これあれですよ。本体、本体頭の上なんで下、あれです。下、スタンドみたいなやつで、本体はラーメンなんで、はい、このアイコン実は、下ね、ロボットなんですよ。はい、本体はラーメンなんでね、ラーメンから羽が生えてるっていうね、そういうあれでございます。今作りました、その設定。さて、本体そう、本体やばいよ。ラーメンが本体だと食べられちゃうよ。はい。はい、ということでなんだっけ。そう、還元イベントは、いつも通りですね。ゴールドと罠はいつも通りで、今回は製造スピードアップのターンですかね。はい。これも、通常通り、順番通りに来ていて、あとはね、ここで、レクセルさん、替え玉、替え玉イコール輪廻転生。替え、輪廻転生しちゃうとまずいな。えいや、あれですね、命の源っていうアイテム使うのがね、替え玉相当だと思いますね。はい、今回ね、みんな大好き文明ルーレットが来てるんでね、これね、絶対に、忘れずに皆さんね、引きましょうね。はい、いつも通り、毎日ね、3回お得なんですよ。はい、私やってなかった1回目のね、無料で引けます。1M コース的、嬉しい。で、2回目も、5ゴールドで半額。で、10回引くの70っていうので、毎日ね、この最初の3回はお得になってますということなので、これをやるとね、スピン回数毎日12ずつ稼げますと。で、スピン回数がね、20回になった瞬間、だからもう明日ですでに、このかけら実践箱制服、これが確実にね、2個手に入りますということで、何気にね、3日間しっかりやると、この制服1個くらいね、当たったりとかするんですよ。ということで、非常にね、重要なイベントです。毎日ね、モンハンから90個、資源採集から10個。まあ、資源採集はね、3日間で30個のうち5回はサボって大丈夫なので、これね、しっかり、回収していくのがいいと思いますと。で、私ね、宝箱、今19個あるんですよ。で、今回で、2個は確定でゲットできるんで、まあ、そろそろね、また制服が1個交換できそうでね、ちょっと嬉しいなと思っています。
とはいえね、この文明の旅って、毎週来るわけじゃないんですよね。なんか、おおよそ1ヶ月に1回とかのスパンで来るんですよ。だからね、まあ、今回、まあ、大体1回で3回平均ぐらいなので、まあ、あと3、多分3ヶ月ぐらいかなと思ってますと。で、その3ヶ月になると、この同盟ボス、はい、同盟ボスの引き換えショップで、3300貯めるとね、ここでランダムな文明装備がもらえるんですけれども、これもね、多分ちょうど3ヶ月ぐらいで、これ3300貯まるので、はい、先に同盟ボス引き換えショップで、このランダムな文明装備の巻の宝箱、これを、ゲットして、一回引いて、それの結果を見て制服を開ける。そんなね、ムーブでやろうかなと、今思ってますね。はい、ということで、私ね、文明装備、1個しか持ってないんですけれども、はい、エレクトラが持ってるね、このテーベのレッグアーマーしかないんですけれども、次の、文明装備がね、もらえると嬉しいなと思ってやっています。はい、将軍ランキングも前までね、入ってたんですけど、今、1000外になっちゃう。あ、ギリギリ100位にとどまってますね。はい。なんとかね、100位にとどまってるんですけど、もうね、上の方たちは、将軍のレベルは私の方が高いんですけど、やっぱね、文明装備がね、皆さんね、整ってるんですよ。はい。明確な、あ、この辺はでもパルティアとかだ。あ、漢王朝だった。はい。そう。もう大体ね、上の方たちは、文明装備をね、揃えていっているので、私ね、ちょっとそこはもうどうしようもないので、次ね、赤の星の4にして追いつきたいなと思ってはいるんですけれども、はい、どうしてもね、そこはいかんともしがたい、壁なので、はい、この文明装備がね、もらえるこのイベントね、大好きでございます。あ、ちょっと待ってよ。そろそろ、まだだった。バイキングの思い、もしかしてもうやっちゃったかな。まあ、それならそれでしょうがねえや。はい、文明ルーレットね、数あるイベントの中でも結構重要なイベントだけれども、金曜日からはね、装備製造のやつが来ますんで、はい、アケメネスをね、まだ作ってないっていう方は、全処分ないよっていう方はね、アケメネスを作っていくといいのかなっていう感じがします。ほい。で、ちなみに次の消費還元イベントはスピードアップですね。はい。まさかね、資源4連チャンっていうのはないでしょう。はい。通常通りの進行に戻る。いや、年始イベントみたいなね、ありますかね。去年ね、そのタイミング、キングギドラ来た気がするんですけど、まあちょっとね、わからないです。はい。なんかもしね、大型のイベントとか、複雑なイベントが来たら、まあ土曜日あたりに配信できたらなとは思ってるんですけども、まあ、まあ、7周年がね、さらっとだったので、年末年始イベントも、去年もなんかあんまり大掛かりな年末年始イベントはなかったような気がしてるので、なんか福袋みたいなのがあったぐらいだった気がするんで、それあんまり関係ないしなということで、まあ、今回ね、どうなるかなっていう感じでございます。はい。そろそろね、ゴジラもう一回来てほしいですけどね。ただね、ゴジラのターンじゃないんですよね。だから絶対ゴジラ来ないと思うんだよな。今回ではない。あ、そうだそうだ。で、今回ね、来なかった、その、スーパーフィーディング、ドラゴンの育成イベントですね。ドラゴンの育成と、騎士の試練が、アレースの地のやつですね。は、また同時に来るんじゃないかなって思っています。はい。まあ、ドラゴンがね、もしかしたらスキップして、また次の資源還元イベントの時に来るかもしれないんですけども、基本的にはまあ、きっと同時かな、みたいに思ってますかね。月見さん、ゴジラの映画を上映してるから来るかと思いました。ゴジラはね、11月にあったはずなのに来なかったんですよ。もう裏切られてるんで、まだ来ないんじゃないかな。はい。単純にですね、順番的に、次はあれなんですよ。今ね、真ん中に出している通り、魂の伴侶系のイベントですね。がまた来ます。ジョゼフィーヌ
が、課金限定だったんですけど、まあ、次のタイミングで無課金も取れるようになるか。まあ、多分ね、まだだと思います。最初、えっと、一番最初、プリンセスシシーが出た時も課金限定だったんですよね、確か。全然、この、取れるアイテムが出るようになったのって、何回か後だった覚えなんで、ジョゼフィーヌもね、いずれ無課金でもゲットできるようになるとは思うものの、多分、まだ、まだもらえないんじゃないかなっていう感じがします。とはいえ、いずれね、また、解禁ができるようになるとは思うので、しっかりね、この招待状は集めておく必要があるのかなと思っていて、はい、次の金曜日からね、招待状のターンなので、招待状ね、みんな、集めておくのがいいんじゃないかなって思います。あ、としおさんこんばんは。コメントありがとうございます。はい。で、続いて、ちょっと待ってよ。オッケーオッケー。ほいほい。なんか、やっぱりバイキングの終わってた。なんか、めちゃくちゃすごい、めちゃくちゃすごいのが上がっている。バイキングのを逃してもうた。まあまあ、いいでしょう。はい。何の話をしていたかな。で、そう、今週はね、パーンのターンになります。はい。先週ね、ユミルのターンでしたが、今週はパーンのターンですと。で、気になっているのは、ユミルのタイミングの時に、いろんなサーバーでね、アグロペが出るイベントがね、増えてきてるなっていうことが分かっていますと。先週ですね、先週アグロペが出るサーバー増えてたんですよ。もともとね、一部のサーバーで、アグロペが出る、水曜の怒りみたいななんかイベントがね、あるっていうのは聞いていたんですけれども、先週、さらにそのサーバーが、対象サーバーが増えていて、で、あれがパーンの週にも出るのか、それともユミルの週だけなのかっていうところは、気になるところっていうのと、順次拡大してるんだとしたら、うちのサーバーももしかしてそろそろ来るんじゃないかと思ったりしている。そんなところですね。で、アグロペのね、イベントがね、ちょっと、聞きかじった情報だと、若干ね、複雑そうな感じなので、またね、アグロペのイベントがうちのサーバーでも解禁されたら、その話がね、できればいいかなとは思っています。残念ながら、うちのサーバーはアグロペ対象外なので、全然会うことができていません。としおさん、おめでとうございます。ありがとうございます。はい、なんとか、大になることができました。金羽まで、あと一歩というところに来ました。さてさて、あとは、そう、同盟対決戦ね。同盟対決戦はもうみんなきっとね、50マックス、課金してない人か。課金してない人はもう50マックスになっちゃってるかなとは思うんですけれども、毎日ね、この大使でもらうのを忘れないようにっていうところは引き続きでございますと。で、アンロッカーできる人はね、これアンロックするとたくさん報酬がもらえると思うので、これはね、なんか、良さげな雰囲気なので、これはなんか地雷があるからなんとも言えんな。はい。これアンロックしたら何があるの？えはい。いろいろもらえるようなので、興味があればいいのかもしれないなと思いつつっていうところです。はい。ということで、バトル進行中ですね。はい。この2日間でバトルが進行していますと。で、今回うちのね、相手、みんな、格上っぽいんで、今回は厳しそうさかなっていう感じがしています。はい。で、あとは、いつも通りですね。次はピラミッドのターンですかね。はい、また、
要塞ピラミッドではないと思います。要塞ピラミッド、ストーリー的にもうナポレオンと完全に紐づいていて、まあ、ピラミッドが変わったんではなくて、たまたま要塞ピラミッドっていう特殊イベントになっただけだと思っているので、通常通りのピラミッドが復活するんじゃないかなと予測しています。はい。まあ、ピラミッドだったらね、特段難しいことはなく、T1 の兵10万あれば、レベル5もしっかり落とせるので、まあそのね、レベル5を見つけるのが死ぬほど大変なんですけれども、はい、もしピラミッドだったら、なるべく早く終わらせて、探検する生活に行きたいなと思っています。で、今までね、予測していても出してなかったんですけど、今回からまあ推測でも出すかというところで、多分、金曜日からマヤが来るかなとは思っています。はい。大体ね、長期イベント3回に1回ぐらいの周期、3、4回に1回なんで、次の金曜か、その次の金曜にはマヤがまた来ます。はい。私ね、マヤガチ勢なので、特にね、今回は、あれじゃないですか。年末年始のタイミングで、はい、JAL 系はですね、大体、長期休み、人が混みそうなタイミングにはもう出ない、もうあんま出かけないってね、決まってるんで、はい、私もね、奥さんも、並ぶの嫌いなんで、嘘ですね。私は、ラーメン屋クソ並ぶから、並ぶの嫌いは言い過ぎなんですけど、はい、スマホさえあればね、いくらでも待てるんですけど、やっぱ家族で行くとね、やっぱ子供もいますんで、なかなか待つのは大変だということもあり、人混みも大変だということもあり、年末年始出かけませんと。出かけませんということは、エボニーがはかどりますということで、はい、次のね、今週末、マヤが来たら多分またガチるでしょうと思っています。で、そう、マヤね、待ってるんですよ。はい、このね、限界突破がしたくて。はい。マヤでね、1位になると、このかけらがね、45個手に入るんで、最近はね、スロットからもカエサル、交換できるようになったんですけど、まずね、スロットで300コインゲットできないんで、はい、無理です。全然当たんないんで、はい、やっぱりね、マヤで確実に稼いでいくっていうところですね。45稼ぐと、まあ、3つぐらいかな、進むかなというところですかね。なので、またね、前をね、一応ね、2回取らないとね、スター4にならないんですよね。赤スター4にならない。正しくはスター9か。そう、スター9にはね、ならないんで、はい。ちょっとね、またこっからがね、大変なんですけれども、はい、しっかりね、確実に稼げるマヤで、そう、カエサルね、上げていきたいかなって思っています。はい。はい、そんなところかな。まあ、アグロペはね、多分ユミルと同じタイミングで来るんじゃないかなと思っているので、きっと来るとしてもね、今週はパーンだけな気がします。はい。まあ、金曜日はね、年末年始イベントという、もしかしたら大型イベントがもしかしたらね、いつもと違うイベント来るかもしれないので、まあ、それ次第ですかね。まあ、そうじゃなければ、予測としてはこんな感じでイベント来るんじゃないかなといったところで、いつも通りの、推測スケジュールになります。ほい。そんなところかな。よいしょ。じゃあまた戻ってきて。はい。それではですね、今日は、王様になりましたというところで、まあ、序盤のところではね、王の機能みたいなところを紹介させていただきましたと。で、はい、まあ、今後のプランですね。次ね、王の栄光を、王家の栄光か、を、取れるとしたら、その2回目のタイミングは、私またサーバー戦争中になります。今週末ではなくてね、最速で、再来週のサーバー戦争中に、まあ、運が良ければ取れるというところで、はい、とりあえずね、格上に当たらなければ、同じレベル以下
であればワンチャンあると思うので、格上だとね、マジラリー合戦になるんでね、マジできついなと思うんですけど、はい。まあね、最悪、ラリー合戦になったとしても、成人の日なんですよね、1月8日って。だから1月7日ワンチャン徹夜ができるんで、そこの点はね、良かったなって思うんですけど、あれ、1月7日ってやべえ、家族イベントだった気がすんな。はい、平和であることを祈ります。はい。まあ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 、大丈夫な気がする。うん、大丈夫。うん。はい。とはいえね、格上に当たったら、さすがに、こっちのね、オートも征服されるっていうこと全然あり得るので、そうなったら、まあ1月14とか21とかずれ込む可能性もあっての最速1月7日ということでね。はい、王家の栄光が、ゲットできたら、もう速攻ね、嘘です。王家の栄光をゲットして、資源の還元イベントが来たら、この文化遺産ですかね、を、建設をして、テーベのアンロックですね。はい。こいつよ。こいつが欲しくてやってるんよ。はい。さっきね、途中で、兵を増やすタイミングは、防御力が800%平均、900%平均を超えたらだみたいな話をしてたと思うんですけど、そこで絶対に必要になるのがテーベですね。はい、皆さんご存知の通り、ドラゴンのね、この将軍の能力ブースト、これの影響は大きいので、はい、ね、今のファフニールさんというか、ケルティックデーモンさんか、ケルティックデーモンさんとかこの120ずつとか上げてくれるんでね、はい、これが結局、各パラメータ12%ずつ上がるに近い。はい、まあ、実際はちょっと違うんですけれども、まあ、なんとなく、まあ、12%ずつぐらい上がるに近いようなところなのでね、やっぱりね、たかが10%、されど10%っていうところはあるのでね、はい、テーベ上げたいですと。で、テーベのね、強化の能力も確か強いんでね、はい、もう非常に急いでほしい。ただなんかね、この前 X で見ましたけど、この、なんだ、ユグドラシルでしたっけ？はい。このドラゴンは、なんかテーベの上位互換っぽかったですね。なんか強化で上がる値が、なんかめちゃんこエグかったような感じでしたね。そもそも、なんかデフォがやばいな、こいつ。防御力プラ19もある。すご。はい。なんかね、防御向きのドラゴンみたいで。はい。木のドラゴン、おしゃれですね。いやいや、まあ、こういうね、関係ないところの話をしてもしょうがないんで、手の届く範囲で、はい、テーベね、ゲットを、待ち望んでおりますということで、それに向けて、K36 にして軍事研究所を挙げたいと思っているし、え仮に相手の、ね、サーバーを征服することになった時のためにも、レード定員をね、上げようとしていますし、うちのオートを取るっていうことになった時にも備えて、この援軍の上限数100%になるように、今頑張ってますというところで、虎視眈々と、準備を進めていますという感じですかね。はい、今後のプラン的には、はい、スピードアップの還元が来たら、この辺ね、一気に仕上げていこうというところです。で、次の資源還元イベントはね、また、10B が達成できればなと思ってます。はい、今回の 10B は大変だったんですけど、通常のサイクルならユミルが2回来るんですよ。ユミル2回来るっていうことは、1回あたりね、私、だいたい 2B ぐらいの想定なので、2B×2 で、まあ、4B ですという、このユミルが1回なのか2回なのかはね、もう全然違うんで、はい。1ヶ月後、ちゃんと1ヶ月後であれば、10B はね、安定してクリアできるかなと思ってるんですよ。はい。まあ、各種ね、リワードももらえますからね、サーバー戦争だとか、はい、ピラミッド、バーブでリワードももらえるので、そう、1ヶ月ちゃんと空けば 10B 達成できるんで、しっかりね、次回 10B 達成に向けてやっていくとともに、なるべくね、基本的には今もう鉄重視で、上げていこうと思っているので、そろそろバフが切れるんじゃなかったっけ？大丈夫？あと8分だよね。
よく気づいた。偉い。もうこのね、隙間を作っちゃいけない。そう、最近ね、この時間帯だっていうのね、覚えてました。はい。よし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 。もうついでに最終もやろう。はい。しっかりね、生産して、なるべく鉄ですね。これの生産量を上げてやっていこうかなというところで、鉄をね、なんとか20尾。2月に20尾達成ができるようにね、貯めていこうと思っています。で、20尾を達成して、もう一気にアップグレードするんだ。はい。基本的にね、なるべくあんまり兵を増やす気はないものの、騎兵だけはね、別腹ですね。ランキングのために上げたいので。はい。そんな感じのプランで、育成しようと思っています。というところで、なるべく高いところに出そう。あ、そろそろスタミナがあれだから、まあいいや、ちょっと一回調整でやめよう。903さん、コンジャルは、おめでとうございジャル。ジャルさんの戦術を参考にさせていただき、週末、銀の翼取ります。おー、おめでとうございます。コメントありがとうございます。からのおめでとうございます。アレス取れたっていうことですね。素晴らしい。いや、今週、X の報告を見ている限り、やっぱ皆さん、苦戦というか、その、めちゃくちゃポイント合戦が上がってたみたいなね、ところをなんか聞いたりしていたんですよ。だから大変だったのかなと思っていたんですけど、素晴らしい。おめでとうございます。アレス取れたということで。いや、素晴らしい。私の戦術参考になりました。参考になったようだったらよかったです。あれですかね。征服完了後も、社でポイント稼げるぜの話ですかね。いや、よかったです。よかったです。素晴らしい。はい、どんどんね、その翼持ちが増えてくださったり、しっかりね、皆さんが強く、ね、なっていくとしたら、私がね、その配信をやってる価値があるかなと思うので、いや、嬉しい。おめでとうございます。いいですね。いいですね。そう。アレスがね、アレスの翼がね、軍神アレス、これが取れたということは、はい、王家の栄光にね、若干手がかかったことということ。まあもちろんサーバーごとのね、ルールにもよるとは思うんですけれども、はい、次のね、ステージまで、進んでもらえたらなって思いますね。いいですね。もしね、普段、アーカイブ勢の方もね、いらっしゃると思うんですけれども、何かね、これが参考になったとか、これがよくわからなかったとか、もうちょっとここ知りたいとかあったらね、お気軽に、コメントいただけましたら、その場で回答したり、次回の配信でちょっと、話題にさせてもらったりっていうのね、やれたらなと思いますんで、ぜひぜひ。いや、いいですね。素晴らしいです。なんか、参考にさせていただきっていうところでも、はい、あんまり、なんていうか、自分のパターンの話ばっかりしかできてないのでね、もし本当に参考になったらよかったなと思います。さてさて、イベント。ああ、宝探しのやつね。はいはい。宝の地図、落ちてない。宝の地図落ちてない。残念。こいつはね、なんだっけ。ルネッサンスのやつはね、もう今日は全部取り終えたのは確認しているので、937。はい、これは今日分完了ですね。はい、あとちょっとなんですよ。あとちょっとでね、モナリザレベルアップなので、まあ、あとちょっとって言っても1500ぐらい貯めないといけないはずなんですけど、はい。あと3週間ぐらいかな。はい、多分ね、3、4週間、多分君主レベル38になる頃に、いろいろね、美術品も上がれば、この文明の秘宝も上がればっていう感じかな。
ギアのレベル9はもうちょっとですかね。あれ研究、なんでレベル7なの？どういうこと？何してんの？あ、これ、あれか。プリセットがレベル7になってるんだ。気をつけよう。怖っ。はい、ちょっとずつね、そのバフをね、上げていってるところです。あとはね、この元老院ね、元老院の総督の役職レベルアップ。これがね、あと200かな。この戦績の宝石を200上げると、レベル5にすることができて、で、そうすると、この昇進ですかね。はい、その頃には多分これも800集まってると思うんで、上げられると思うんですよね。はい、そうするとまたね、バフが上がるので、はい、こういうね、錠剤バフはね、もう、何歩あっても困らんですからね。はい、上げていきたいです。ホショルモンさん、コンジャルはおめでとうございます。この間、コンスタじゃない方で3チームのうち来た1つのチームが日本人だったので、ジャルさんの塩佐さんですかって聞いたら違いますって言われました。チャレンジングありがとうございます。おめでとうコメント。ありがとうございます。あれですよ。私、まだね、チャンネル登録、たかだか、400もいっていない、しがない、端っこの、隅っこの方にいる、あの、配信者でね、お強い方とか、強い方、他にもやっぱりいらっしゃいますので、はい、それヒットする確率少ないんじゃないかなって思います。ありがとうございます。もうぜひ、宣伝しておいてください。宣伝しといてくださいって。はい。もう少しね、有名になれるように頑張りたいと思います。はい。もっとね、強くなっていかなければいけない。星野さん、恥ずかしいんで、そんなにしなくても大丈夫です。お私のサイレント HP がうって減っていくかもしれないです。でもありがとうございます。としおさん、エンブレムが全然洗練されていないというか、良いのが出ないんですけど、耐えるしかないですか？はい、それはね、私も、なかなか、一番大事な射撃兵のやつのね、攻撃揃いがね、全然出てこないんですけども、耐えるしかないかなって思いますね。はい。でね、攻撃時の射撃兵の HP いいのが出たと思ったらね、援軍の射撃兵 HP ってちょっと違うみたいなのがね、出たりして、エンブレムは魔境です。沼です、沼。装備の強化に近いぐらいの沼システム、かつ、エンブレムって、まあ渋いんですよね。全然、このエンブレムの箱をもらえないんで、はい、なんていうか、無課金だとしたらもう耐えるしかないと思います。幸いですね、容量が増えたんですよ。確か昔1000だった気がする。ですけど、1500まで増えてるんで、もうとりあえず貯める。で、貯めたら、絞り込みでね、同じバフが2つ以上だとかね、あの、求めるやつをしっかり、絞って、運よくね、それがあった時にはちゃんと保護して育てるっていう感じになると思うので、はい。なんていうか、途中で生まれるやつって、もう選びようがないんですけど、この最初のバフだけは、ちゃんと厳選ができるんで、ここはね、しっかり厳選した方がいいと思います。中途半端にそう、エンブレムも基本的に貴重なんで、エンブレム貴重なんで、無駄遣いはちょっとね、できないんですよ。はい、まあ、無駄遣いできないって言いつつね、私、騎兵の訓練に使ったんですけど、騎兵のね、訓練上限のやつとかをね、上げたりとかしてね、まあ、無駄遣いはしている。いや、私的には無駄じゃないんですよ。騎兵いっぱい増やすときに楽になるんで。はい。特にツールとかを使わずに手でやってるんで、私がね、楽になるんで、これは私とは別に無駄ではない投資だからいいんですけど、基本的には、しっかりね、
リセマラして厳選してがいいと思いますと。で、もし、なんていうか、課金に抵抗がないという方であれば、ごく稀に、2つ揃ってるやつ。はい。なんだっけ、何のイベントか忘れたな。サイカライト、サーキライト、カーキライト。あれなんか海外だとね、全く違うカームライト。なんかそんな感じの、なんかね、商店みたいなイベントの、ね、石を打ってコインをゲットして、そのコインで交換するみたいな、あのイベントの時にね、この2つ厳選済みのエンブレムがね、ゲットできるやつがあったので、もし課金に抵抗がない方であれば、あのエンブレムは買い得ですね。はい。しっかり、狙ったやつ、狙い撃ちで取れるんで。はい。ああいうのはね、しっかり狙った方がいいと思うんですけど、そうじゃない場合はもう貯めるしかないと思います。で、ここで厳選をしないと後悔をするので、なんていうか、厳選をした挙句、3つ目も、ひどいのを引いたら、もうなんかね、目も当てらんないじゃないですか。なので、しっかりね、もう厳選するまでもうしょうがないと、もうレベル1でも耐えるしかないかなって思います。ですよね。ちょっとでもバフ上げたいんですけど、無課金なんで沼です。ありがとうございます。はい。沼です。私も一番大事な射撃兵全然なんで今。はい。ご覧いただいた通り、あべこべなんですよね。この、連品の、その防御に強い時に攻撃陣みたいなのが出たりするんで。あ、でもこれね、厳選して、防御する際のやつがね、ゲットしてるんで、これはね、レベル上げようかと悩んでるんですけど、今はためのターンだと思ってるんで、まだ上げてないですね。はい、殴る方の、殴る方の射撃兵とかが欲しいです。カムイさん、順番に行こう。レクセルさん、日本人でエモニーといえば JAL と言わせてみましょう。無理です。いや、ね、レクセルさんご存知ないんですけど、素晴らしい素晴らしい、DSN チャンネルさんがいらっしゃって、はい、はい。私、そこと競合になる気はないのでDSN チャンネルさんと別軸で二大巨頭になれるといいですね。はい。ありがとうございます。じゃあ、カムイさん、月見さん、ホショルモンさん、ジャル教勝ち信者、ジャル教なんと、はい、ありがとうございます。カムイさん、ジャルチャンネルは本当勉強になる。ありがとうございます。そう言っていただけるとありがたいです。月見さん、ジャル先生は教職持ってそう。私、教員免許ありますよ。はい、学生の時に、そう、潰しが効くと思って、教職を、そう、取りましたね。はい、教職を取って、物理かな母校のね、高校に行って、物理の教員をやって、一応、まあ、ちゃんと教員免許は持ってるんですけれども、まあ、ちょっと教職は向いてなさそうだなみたいに思って、SE になりましたね。はい。今となっては、まあ、教職も別に悪くなかったかなとも思いつつ、うん。どうだろう。そう、教員はね、教員で、そう、だから、そう、教職をね、取ってたから、周りにその教師になった友達もいるんですけど、教師は教師でクソ大変そうで、はい、私ね、今、幸い部署移動して残業が減って、まあ、それはそれでね、お金的にはあれなんですけれども、あの、健康で文化的な生活は送りやすくなったので、はい、前のブラックの時よりは良くなったので、今はね、比較的いい感じです。ちょっと角が立つので、ほうがとかいう言い方をやめていただけるとありがたいなと思いつつ、はい、そう言っていただけるのは、嬉しいでございます。ありがとうございます。はい、ぜひ、頑張っていきたいなと思います。しっかりね、あの、どんどん、強くなりたいと思っているのでね、やっぱね、目指すラインとしては、まあ、あんまり言ってないですけど、そう、目指すラインとしては、まずバフを上げます。で、その後ね、3B ぐらいまで一気に上げたいんですよね。
工場兵器とかをがっつり上げて、はい、中途半端な戦力って、死ぬとネガティブがでかすぎるので、もうそもそも死なないレベルに一気に上げたいと思ってるんですよね。だから、はい、それがね、できるようになるまで、ね、しっかり、蓄えつつ、1B、2B をなるべくショートカットして、短期間で 3B にするみたいなことがね、したいな、みたいに思ってます。はい。なのでね、そう、20B 消費還元の時に一気にグワツンって上げるっていうのをね、やりたいなと思ってね、それも含めてね、生産を上げたり、リワードのストックを貯めるっていうのをね、やってたんですけど、まあ、今回のね、資源還元3連続ラッシュでね、すべて枯渇したんで、はい、プランは大崩壊してるんですが、はい、なんかね、そういった感じでね、やっていきたいなって思ってます。月見さん、物理すごいお話聞きやすい。それだったらよかったです。いや、でもね、あの、一応たまに自分の配信見返すんですけど、どうしてもね、とか、なんていうか、間を持つ余計なとかをね、言っちゃうんですよ。これね、聞き取りづらくてよくないなと思ってるんで、気をつけなきゃなって思ってるんですけど、なかなかね、癖になっちゃって治らないんで、まあ、逆にそういうのをね、チェックするためにも配信をしたりとかもしてるんでね、はい。なるべくね、喋りとか説明がね、うまくて悪いことはないので、はい、そういったところがね、できるようになるといいなと思いつつやっております。星野さん、ジョル先生の塾に入塾したいですが、資料を送っていただけますか？ちょっと、ちょっとね、入会金がお高めなんで、おすすめできないです。おい、お高めじゃないし、ないや。まあ、いずれね、収益化ができたらのメンバーシップとかいうのをね、やってね、メンバーシップではなんかもっとコアなことを話したりとかできて、コアなことあんまないんだよな、もう結構ね、フルオープンで大体喋ってるんで、普段からいっぱい何でもかんでも喋ってるからあんまり言うこともないんですけれども、はい。はいね、まあ、もうちょっとね、有名になって、せめて DSN チャンネルさんの半分ぐらい登録者いくといいなとは思いつつ、はい、まだまだですので。いや、今日ね、さっき、海外の方がね、コメントしてくれて嬉しかったですね。どうやって見つけたんだろう。一応、過去の、配信済みのやつって、自動で英語翻訳、とかをね、することができるんで、英語翻訳と韓国翻訳はね、字幕か、はつけたりしてるんですけれども、リアルタイムのところを見てくれるってすごいな。なんかたまたま見つけたんだろうな。はい。ぜひね、いろんな方に見ていただけたらいいなと思いつつ、動画を作った方がいいっていうのはね、分かってるんですけど、動画大変なんですよ。あの、動画をね、いずれ、いずれ動画を作りたいなと思いつつ、早2ヶ月ぐらい経ちました。はい。どっかでね、動画を作って、まあ、そこには一応英語も入れて、やれると、きっといいんだろうなと、もう少しチャンネル登録伸びるんだろうなと思いつつね、大変なんで、いつもライブ配信ですいませんという感じです。はい。ライブ配信のいいところは皆さんにコメントいただいて、そのコメントを読み上げつつ、それに対してのね、レスポンスをしながら、いろいろね、気づきを得られる。私自身もめっちゃ気づくこともありますしね、皆さんも、なんというか、その他の人のコメントで多分気づけること多いと思うのでね、これはこれで良さだと思っているということで、私のね、配信を正当化しつつまあ今日はもうすでにね、2時間いつの間にか経ってしまったので、こんなところで終わりにしようかなと思いますと。はい、最後に、重要なところだけおさらいをしよう。はい、宝探しイベントです。復活しましたということで、3日間ですね。もしかしたら、イベントの排出上限、これね、2がね、毎回、きつい傾向だったんですけど、もしかしたら緩和されたかもしれません。ちょっとね、頑張って上げていきましょう。
はい。まあ、なんというか、これ、運ゲーなので、超頑張っても、そんなに報われなかったりするので、ほどほどでもいいかもしれないんですが、逆に言うと穴場なので、あんまり頑張ってないサーバーってね、絶対多分ランキング入りやすいので、周りのね、このランキングのポイント感を見極めつつ、頑張るかどうかを、考えていただきながらやるといいんじゃないかなと思います。はい、王の対決のモンハンと被った時とかね、ガチるとたまるんじゃないかなっていう感じです。はい、続いて、アウステリッツの戦いね、明日あります。はい、これね、なんといっても、ネックレスが手に入る。もう、もうね、今ね、魂の伴にあげたくてそればっかり言っちゃうけどなかなか珍しいネックレスがね、なんかいっぱい入る、素敵なイベントです。ってことで、ぜひね、戦場に参加して、これをもらえると、魂の伴侶のね、レベルを上げることに、とても、有効活用できるんじゃないかなと思いますので、ぜひぜひ参加しましょう。はい。で、まあ、同盟ボスはいつも通り、はい、非常に重要なイベントなんでね、しっかり、個人リワードね、ちゃんと殴ると130ずつ溜まって、この銀欠のライオンハートのパッチ、これはね、なくならないやつなんで、しっかり貯めて3300狙い、皆さん頑張りましょうというところ。で、こっちはそんなところかな。シルクロードはまあみんなきっと大丈夫でしょう。こっちね、はい、今回は毎日強化のターンです。これね、赤丸がつかないんで、忘れちゃいがちなので、皆さん忘れず、毎日しっかりやりましょう。これね、もらえるやつ結構いいんで、はい、このゲームでトップクラスに重要な行軍時間の短縮上級がね、手に入るんでね、これね、やり得です。はい、同盟対決戦はね、いつも通り、もうすでにエントリー済みだと思うのでね、はい、毎週忘れずエントリーしましょうねというところかなっていう感じですかね。はい。で、今週はパーンです。あと、キルイベのターンです。キルイベがね、あるサーバーは、お気をつけください。で、激得イベントは、消費還元イベントがね、今回は製造のターンということで、はい。まあ、製造はね、今回は、装備製造の還元と一致してないので、あんまり頑張るのはもったいないかもしれないので、ほどほどでいいんじゃないかなっていう感じがします。ゴールドはね、達成しやすいので、ぜひともね、達成させましょう。はい。で、一番大事なのは、個人的一番大事なのは文明ルーレット。これですね。はい。これ、しっかり3日間頑張ると、この、かけら次戦宝箱、制服の期待値、1回のイベントだり3個ぐらい期待値もあると思うので、しっかりね、毎日、100個ずつ集まるようになってますので、集めていきましょう。特にね、この天井20回で確実に2個もらえるんでね。はい、これ。はい。特にね、無課金税、こういうイベント取りこぼしちゃ絶対にいけないので、文明ルーレット、しっかり参加してもらえたらなと思います。はい、そんなところで、月見さん、あと少しで登録400人。そうなんですよ。ありがたいことに登録人数が増えてきまして、今396だったかな。はい。もうちょっとで400人、少しずつ増えてきて嬉しいです。はい。まだね、普段視聴いただいている方の半分登録してないみたいなので、もうぜひね、登録してもらえると嬉しいです。はい、カムイさん、私も間もなく王になるので、とても参考になりました。ぜひ、参考になったらよかったです。はい、タイトルをね、つけるときとかね、ちょっと、手間だったりするんでね、なるべくメールもらえるようにして、保存とかしとくとね、忘れずに、取りこぼさずにやれると思うんでいいと思います。はい、それでは、今日の配信はこんなところで、終了しようと思います。で、次回の配信なんですけど、次回1月2日なんですよね、来週の火曜日って。皆さん忙しいかなと思いつつ、JAL 系みたいに実は暇だったりっていうのも、あるかもしれないんで、ちょっと2にやるか3日にやるかどうしようかなっていう感じです。多分ね、2日にやる気はしてます。はい。で、もしね、
年末年始イベントでなんか大型イベントが来たとか、なんか複雑なイベントが来たっていうのがあれば、12月30日ももしかしたら、配信をね、するかもしれません。ちょっとね、サーバー戦争中は配信しづらいんですけども、キルイベント中は、うちはキルイベントないので、はい、特にね、配信しても、問題ないかなという感じなので、もしかしたら12月30日は配信するかも、しないかも、わからないですっていうところですかね。はい。もしね、配信するときにはまた X でポストしますんで、X でポストしますし、チャンネル登録ね、していただき、で、通知をオンにしていただくとね、ちゃんと通知届きますので。月見さん、通知ボタンオンまでありがとうございます。はい、そうなんです。ベルマークをね、チェックして通知オンにしていただくと、私が多分、スケジュール登録した時とか、配信始まった時にね、YouTube の通知で、配信始まったよって、通知来るんで、あの、リアタイがしやすくなるかと思います。はい、そんなところで、今日もね、長々と2時間も配信してしまいました。たくさんね、ご視聴いただき、またコメントいただき、ありがとうご確認いただくか、通知をオンにしてご確認いただけたら幸いですというところで、今日もご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録や高評価していただけますと幸いです。それでは、本日もおつじゃる様でした。また次回の配信でお会いしましょう。さようなら。おやすみなさい。